ある日、2週例の野良の子猫が保健所に連れてこられました。保健所で付けられたその子猫の名はシャネル。ですが、その時の保健所は余裕がなく、幼い子猫の世話をする時間や人員が足りませんでした。そのため、引き取り手が現れなければ殺処分することになってしまったのです。そんな中、動物たちの救助活動を行っているブリトニー・ダイアンさんが Facebook 上でシャネルの書き込みを見つけました。そこには、本日の午後5時までに引き取り手が現れなければ子猫は処分いたします。と書かれていたのです。ブリトニーさんがその書き込みを見たのが午後3時ごろ。そして彼女は子猫の命を救うためすぐに行動したのです。私は午後5時までに子猫を迎えに行くことがどうしてもできませんでした。そこで信頼のできる友達に子猫の引き取りをお願いしたのです。急なお願いにもかかわらず、友達は快く引き受けてくれて、すぐに保健所へと向かってくれました。そして無事に子猫を私のところへ連れてきてくれたのです。初めてシャネルに会った時、その可愛らしい姿に助けることができて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいでした。そしてその日から私とシャネルの生活が始まったのです。それから2週間後、シャネルは4週例で甘えん坊のいたずら好きに育っていました。ブリトニーさんはそんな可愛らしく元気なシャネルを見るのが大好きだったのです。シャネルはとても冒険好きで、家の中を駆け回ったり、キャットツリーで遊んだりするのが大好きでした。また、ブリトニーさんが養育している犬ともいつも仲良くしていたのです。そんなある日のこと、ブリトニーさんはシャネルの姿がどこにも見当たらないことに気づきます。そして家中を懸命に探しましたが、見つけることができなかったのです。私はソファーや冷蔵庫の下、家具の隙間など考えられるすべての場所を探しました。そして、たとえシャネルが入り込めないような場所であっても確認したのです。ですが、探し始めて1時間以上が経過しても、シャネルの姿は見られませんでした。もしかして、一人で外に出かけてしまった？そう考え、出かける準備をしていたとき、一緒に探していた祖父が、急に笑顔で私に話しかけてきたのです。それは、シャネルを探し疲れたブリトニーさんの祖父が、キッチンにあるテーブルで一休みしていた時に起こったことでした。額についた汗を拭き取ろうと、テーブルの上に置いてあるティッシュを取ろうとする祖父。するとちぎれてばかりでなかなか取れないティッシュを不思議に思った祖父は箱の中を覗き込んだのです。シャネルはティッシュが半分ほど入っていた箱の中ですやすやと眠っていました。つい先日も私がミルクの準備をしていると、シャネルはそのティッシュボックスに入って首だけ出して待っていたのです。可愛らしい行動だったので、その時はあまり気に留めていませんでした。ですが、どうやらシャネルにとってティッシュの箱の中がお気に入りのベッドとなっていたようだったのです。その後、シャネルは目を覚まし、箱から首だけ出して自分を見つめている家族に、どうしたの？何かあったの？と言っているかのようにあどけない表情を見せます。そんな表情を見せられると、私たちは笑顔になることしかできず、シャネルは怒ることなんてできなかったのです。家族が慌てて家中を探している間、シャネルは幸せいっぱいにティッシュボックスの中でお昼寝をしていました。子猫にとってティッシュボックスの中はベッドのように気持ちの良い場所なのでしょうね。目を覚ましてからもシャネルは自分が大変な事件を巻き起こしていたとは全く思っていません。もちろん家族全員が心配していたことなど
気づいていなかったのです。ティッシュボックスから出てくるや否や、シャネルはすぐに家族と楽しそうに遊び始めました。私たち家族はその姿を見て探し疲れたことなど忘れ、大声で笑ってしまったのです。緊張が一気に解け、穏やかな空気が家中を包み込みました。その時、私には家族にとってシャネルが大事な存在だということが改めて分かったのです。ブリトニーさんは不安で押しつぶされそうになっていましたが、シャネルの愛らしい姿を見て、徐々に平穏な気持ちを取り戻していきました。そしてまたもぞもぞとティッシュボックスに入っていく彼女の姿にたまらなく癒されていたのです。きっとこれからもしばらくの間、ティッシュボックスの中でシャネルの姿を見かけることがあるでしょう。そしてその姿を見るためにブリトニーさんはいつもティッシュの量を半分以下になるように調整し続けるのです。こうしてあの日ブリトニーさんに助けてもらったシャネルは優しい家族に出会うことができました。ちょっとお騒がせなシャネルはこれからもその愛らしい姿で家族にたくさんの幸せを届けてくれるのでしょうね。